はい、それではアンバーニック社から発売された RGARC-D 試していきたいと思います。最大の特徴がこのボタンが、6ボタンになっているというところで、まさにセガサターンのために作られたようなデバイスになっております。まずはデフォルトのセッティングのままやっていきたいと思います。30fps ぐらいで、デフォルトの設定だとちょっと厳しいっていうのが現状ですね。はい、ちょっと変えていきたいと思います。使えるのが、一番処理に負荷がかかっていると想像できるのが、この SS2 キャッシュというところになりますね。互換性を上げるためには必須な機能なんですけど、やたら重たいと。バーチャファイター2をやる分に関しては、必要ではないので、これは外します。どう変わるか見ていきましょう。
30fps から44ぐらいになったんで、かなり効果あったなっていうのがご覧いただけると思います。もう一つ CPU 周りの設定があって、それがこの CPU アフィニティというものになります。これは各スレッドを CPU に割り当てを固定するかどうかっていう設定なんですけど、SOC によっては非対称の、CPU の構成になっているものがあって、ほっとくと、遅い CPU に処理が割り当ててしまうということがあります。それを防ぐためにできるだけ早い、CPU に、割り当てるという意味でこの設定があるのですが、今回の、この、RK3665 でしたっけは、非対称じゃなくて、対象の、4つの CPU なので、あんまり意味はないんですが、CPU を固定することによってキャッシュが当たりやすくなるというメリットがあるので、効果あるかもしれないので有効にしてみます。46から 47fps になったので、若干効果あるのかなということができると思います。CPU 周りでいじれるのはここら辺なので、次 GPU 周りを見ていきたいと思います。お使いの iCloud アカウントにリンクされている所有者が GP3 の CPU というデバイスは見つかりませんでした。はい。Siri が勝手に反応しましたが、無視して進めます。現在 GPU はグラフィックスコアとしてはバルカンをデフォルトになっています。OpenGLES にすることによって、速くなるかもしれないので試してみます。コアの切り替えは設定画面でできるのですが、詳細な設定はゲームごとになるので、ゲームの中で設定変更します。テスレーションと、テスレーションを使わないことで、ポリゴン数が減るので GPU の負荷が減ると。あと回転スクロール面の生成でコンピュートシェーダーを使わないので、これも GPU の負荷を下げるという効果があります。
に変わらないどころか、少しフレームレートが落ちているように思います。こういうことから、立足になっているのは GPU ではなくて CPU になるということができると思います。はい。では、バルカーに戻します。あと、パフォーマンスに影響が出る設定に関しては、サウンドの処理があります。これもサウンドの同期の方法が2種類あって、現実の世界の時間に合わせるのか、CPU の時間に合わせるのかという設定があります。こういう遅い CPU ですと、CPU の時間に合わせちゃうと音が途切れ途切れになるので、現実の世界に合わせた方がいいということもあるし、処理自体の負荷も低くなるはずです。よいしょ。そう、一瞬48って焦ったので、ちょっと効果あるのかなという程度でしたね。はい。設定としてはここまでなんですけど、やはり、CPU が立足になっているのは明らかで、CPU 側のエミュレーション処理の方で負荷がかかってて、FPS が上がらないというふうに、考察できます。なので、これ以上求める場合には、CPU のクロックを上げる。何らかの形で。っていうことをするしかないんじゃないかな。はい。あと、フレームスキップも意味がないと思いますね。というのも、やっぱり、いくら描画が速くても、そのコア自体の処理が遅いみたいなんで、そこが立足になってない。っていうとこですよね。試しにやってみますが、変わらないと思いますね。あれ結構濃かったな。53。ガクガクになるけど53。どっちが嬉しいかな。
ぱちょっと僕は遅くてもスムーズな方がいいな。こんな感じで、6ボタンになってすごくセガサターンができることを期待したんですけど、やっぱちょっといかんせんやっぱり SOC が弱すぎる。今後に期待したいと思います。